その日は自宅をまだ日も明けぬ3時半に出発しました。前日に妻からお許しが出て急遽決まった横須賀でのボートアジ釣り。7時に出船となり、20分ほど漕いだ後、魚探の電源を入れました。水温は13度、水深20メーターとしっかり表示されていて、魚探は好調に動いています。2回目のアンカー投入時に事件が待っていました。アンカー投入の際は、真下へ落とす基本に反し、手前から下手投げで放り込んでしまいました。慣性の法則でアンカー投入時の力がそのまま上半身に残り、船の外側へ状態が流れてしまいました。時間が止まったような感覚でゆっくりと海に向かって状態が流れていきます。水温13度、落水ポイントの水深は26メーター。気がつくと自分は太平洋横須賀沖の海の一部となっていました。ライフジャケットを着ていて本当に助かりました。重くなっていく長靴やつなぎのズボンの引き込みをもろともせず、首から上が水面より濡れずに出ています。沈まない体、足は真下に引っ張られますが、安定した状態で冷静に考える時間が持てました。何より両手が自由に使えることの安心感は大きかったです。船尾に回り、腕の力で上がろうとするのですが、体が全く上がりません。長靴をボートに投げ入れ、帽子と変更グラスを外し、何度も試しましたが無理でした。その時不意に4歳の長男坊の笑顔を思い出し、家で待つ3人の家族のことを考え、何としてもボートに戻らなければと気力が湧いてきました。ただ気力はあれど体力がない。久々に漕いだボートの疲労と落水後に何度も体を持ち上げようとしたために、左右の腕は悲鳴を上げています。携帯電話の液晶画面は水槽のようになってしまいました。目に留まったのはオールを固定する金具。そこに手首をかろうじて引っ掛けました。中学時代から10年間やったハンドボールのおかげで手首と握力には自信がありましたが、その時握力はほとんどなく、本当につかめません。力を振り絞り左足を上げると、なんとか船べりにかかとが引っかかりました。かかとが引っかかっただけですが、気持ちは相当楽になりました。生きて帰れるかもしれない。バランスを取りながら上体を滑り込むように船中へ。ゴロンと体が転がり込み、途切れる呼吸で空を見上げました。助かった。今は一人でボートに乗ることはありません。こうして友人と今でも釣りに行ったり、家族と過ごす何気ない時間が楽しいです。あの日、ライフジャケットを着ていて本当に良かった。